はい、こんばんは。今日も占いティーンプロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日は通編性の縮小性、召喚の結婚恋愛を見ていきたいと思います。で、YouTube って字幕が勝手に表示されると思ったんですけど、視聴者さん側で字幕表示しないと表示されないんですね。その国で見てる人それぞれの字幕で表示されると思ったんですよね。なんで字幕表示する方法は、ブラウザだと画面の下の方に、字幕の表示があるんで、そこをクリックしてみてください。アプリの場合は画面の右上に3本線があるんで、そこをクリックすると字幕の画面が出るんで、それで字幕を検索してみてください。一応日本人の方だとテロップつけてるんでわかると思うんですけど、外国人の方だと一応編集の時に Google が翻訳した字幕から直さなきゃいけなくて、それは結構音声で翻訳してるんで、結構ちぐはぐなんですよね。でその日本語を翻訳で直してから、外国の言葉に翻訳してるんで、結構それが時間かかるんですよね。編集終わってから、そこのちぐはぐを直して、またその15カ国語に、翻訳当てはめるんで、まあそこは結構時間かかってるんで、ぜひそこは活用していただけたらと思います。またね、耳が不自由な方でしたり、電車回線などで音が出せない方向けにテロップもつけておりますので、なるべくいつでもどこでも見れるように作っております。ですので、隙間時間とかに、見ていただけたらと思います。またね、現在ですね、通編性というあなたの人物像がどのようなものかわかる星を学んでいますので、出し方がわからない方は過去動画を参照していただけたらと思います。それか、概要欄の方に名式のツールのリンクを貼っていますので、そちらの方をお使いいただけたらと思います。それでね、今はこの部分、縮小性についてお伝えしています。通編性はね、簡単に言うと、その人が持つ基本的な内面の性質になります。またね、今回はね、恋愛、結婚について説明しますので、恋愛の星のみの場合はモテるんだけどとか、それなりに経験はあるんだけど、などね。また結婚までなかなか進まないとかね、縁が悪いのかなとか、付き合ってる人を結婚相手として見られないとかね、なんてことを思うことはありませんか？そんなあなたの悩みをね、いい方向に占いともに向かわせていただく手助けと説明をね、このチャンネルではしていますので、自分自身をもっと知りたいという方やね、知って幸せになりたいという方はね、手助けになるかもしれませんので、よかったら最後までご視聴いただけたらと思います。ではね、今回はね、前回に引き続き、縮小性という星の中にある召喚性の恋愛、結婚運における特徴を一緒に見ていきましょう。で、今回話す前にね、召喚は結婚に向かないとかね、言ってる話がそこら辺に飛び交っているんですよね。そんなことは絶対ありませんので、召喚でもね、幸せに過ごしていらっしゃる方は5万といるんでね、召喚だから悪いとかね、召喚だから結婚できないとかね、注意しなさいとかね、頭ごなしに言う十数名の先生にはね、ご注意ください。ね、占い師選びっていうのもね、本当に大事でね、いろんな方がいますので、あなたの、幸せをつかむためにね、慎重にその辺を考えてください。またね、初期神も召喚も女性にとっては子供を意味します。で、初期神は相続や引き立てを意味する面がありますが、召喚はその逆で、非相続や目上男性などとの関係に不信がめられる傾向を秘めているんですね。で、子供の星ですが、初期神のおおらかさとは違い、少し大人びた小中学生あたりの反抗期のような気持ちが見られます。なんで、結構恋愛結婚に関しましては、こじらせ気味な特徴の召喚さんでもあります。ですがね、この話を聞いてね、しっかり自分を知って対策すれば大丈夫ですので、安心してくださいね。はい、まずね、特徴ですね。こちら、美人が多い。美人が多い。感情の起伏が激しい。感情の起伏が激しい。理想だけ見る傾向。理想だけ見る傾向。好き嫌いがはっきりしてる。好き嫌いがはっきり。本音を見抜く傾向。本音を見抜く傾向。勝手に傷ついてしまう。勝手に傷ついてしまう。ですね。で、美人が多い。で、まずね、召喚は女性はね、美人が多くてね、召喚美人という言葉もあるんですよね。で、まずはね、沢尻エリカさんでしたり、綾瀬はるかさん。有村架純さん、武井絵美さんなども召喚なんですよね。で、実際ね、男殺しと呼ばれるほどね、よくモテるんですよね。普段はね、人当たりもよく優しい性格なので、好感を持たれるんですよね。で、情熱的な子よりもじっくり時間をかけて育てていくタイプなんですよね。で、逆に外見に惹かれて慣れ慣れしく近寄ってくる男性には、中途半端な男性は近づいてこないで、ね、バリアを張っていて、鋭い言葉を投げかけて、とても冷たくするんですよね。実際にちょっと怖くて近寄りがたい印象を与えてしまう点もあります。感情の起伏が激しい。諦めがよく不快をしませんが、感情の起伏に富み、自分勝手な愛情を押し付けて、相手を戸惑わせてしまいやすいんですよ。世話女房とか、渾身的に尽くすタイプではなくてね、男性に振り回されてしまうこともないんですよね。なんで、自由奔放な印象を与えないことが大切なんですよね。好き嫌いも非常に激しくてね、
嫌いな人にはね、なびいたり、妥協することができない人なんですよね。また、一人でも生きていけるような人です。そのためね、個性がとても強くてね、天才と呼ばれたり、はたまたね、基準変人と言われることもあるんですよね。でね、人によって恋愛対象か否かがね、大きく分かれてしまうこともあるんですよね。同時にね、一度トラブルを起こすと仲直りをすることができないことがあります。怒らせると大変なことになりますね。例えばね、内面では一緒にいたいと思っているのに、パートナーにね、別にとかね、いたくないとかね、あっち行ってよとかね、冷たくね、あしらってしまったりね、言ってしまいがちなんですよね。強がってしまうんですよね。ちなみにね、別にってね、沢尻エイカさんが言ってた言葉ですよね。理想だけを見る傾向。外見大事という理想の高さゆえにね、ハンサムなのはもちろん、頭の回転が速くてね、情熱的な声をしてくれる人、癒し系の穏やかな男性をいろいろ求めてしまいがちなんですよね。なんで、いつもどこかしら不満のある行為に、さらにね、反骨精神も旺盛なためね、それでお相手に対しても協調性がなく孤独を愛すことがあります。それでいて、誰よりも束縛されることを非常に嫌う傾向があるんですよね。それで、ロマンチックで愛情面を重要視する恋愛をするんですよね。で、情熱的で積極的な性格ですしね、人よりも優れた才能を持つ傾向が多いんですよね。そのためね、結構行動的なので、いい出会いの機会も多いんですよね。周りからも憧れの的になる可能性もあります。ただ、言葉遣いが悪かったりね、規制も激しかったりするんで、最初の出会いは良くてもね、だんだんとね、関係を悪くするケースもあるんですよ。まあね、要するに好き嫌いがはっきりしていて、熱しやすく冷めやすい声をする人なんですよね。一つの声はあまり長続きしないんですけども、一途な性格のためね、失恋した場合、なかなか立ち直りできない傾向があるんですよね。またね、プライドが高くてね、何事に対しても批判的なので、皮肉っぽいところがあるんですよね。それでね、ひどい時には、パートナーを知らないうちに傷つけたりね、はたまたね、夫や子供を傷つけてしまい、そのうちにね、離婚に陥ることもあるんですよね。次、本質を見抜く。商家の方はね、インスピレーションに長けているので、結婚恋愛でもね、相手の本質をつかむ力があるんですよ。確かにね、言うことは正しく的確なんですよね。でもその正しさをそのまま男性に向けるとね、おっしゃる通りですよね。相手に何も言い返せないところを作ってしまうんですよね。なんで実際ね、八方つながり状態に追い詰めてしまいます。なんでね、例えばそんな場合ね、私は悲しかったとかね、私はこうされて嫌だったなどね、正論よりもね、感情を伝えてね、自分に素直になって追い詰めない表現を心がけましょう。商家の方はね、素直になりたいんだけど、なれないもどかしさからね、恋愛で病んでしまったりするので、素直になりましょう。せっかくね、表現力が欲しなんで、そこを秘めてたらもったいないので、そこをね、自分でね、見出しましょう。でね、勝手に傷ついてしまうんですね。ガラスのハートなんですよね。で、商家の方はね、私は傷つきやすいタイプとね、自覚しましょう。実際ね、自分が思う以上に人よりも繊細な心の持ち主なんですよね。で、人の言動からね、自分の解釈を挟むことで、ネガティブに受け取ってしまいね、勝手に必要以上に傷ついてしまったりね、病んでしまうことも多い傾向があります。非常にね、ナイーブな心の持ち主です。しかもね、自分自身をね、追い詰めるところもあるんですよね。自らね、自分を傷つけないようにね、自分の解釈を挟むのではなくね、物事をシンプルに捉えてね、何があったのか、事実を見るということが大切です。例えばね、女性の方とかでね、まだ会ったことない方とね、メールをしていてね、スムーズにね、やり取りしていたとしましょう。そんな中でね、メールでお食事の誘いをいただいたとしますね。で、たまたまね、その時に仕事や用事で返せなくて、数時間空いてしまいね。それで見た時にはね、確認した時には、お断りということですよね。わかりました。お幸せに。と言われたとしましょう。これ実際誰も悪くないですよね。ですが、商家の方はね、繊細な心の持ち主なので、深く考えてしまったりね、そのことがしばらく頭から離れなかったりしてしまう傾向があるんですよね。それに加えてね、相手が無意識にあなたのプライドを傷つけてしまうようなことを言われると、必要以上にショックを受けたりね、激しく反発したりする傾向もあるんですよ。またね、そんな状態がね、悪化してしまうと、親の反対を押し切ってね、結婚する暗示もあるんですよね。なのでね、そういうことが続いてしまうと、なかなか結婚生活がね、安定しない傾向もあるんですよ。特にね、早期の場合の結婚は、こういう傾向が見られます。ただしね、晩年の場合は、なんとかね、落ち着くこともあります。なのでね、それは私の星、自分自身がそういう性格とね、理解することですね。召喚は字の通り、人を傷つけるだけではなくて、繊細なことでもね、自分自身を追い詰め、傷つけてしまいます。深く傷を負わずね、切り替えれるような思考に変えていきましょう。少しでもね、理解して、そうすれば気持ちや心にも余裕が出るはずです。召喚がね、退化してしまうと、召喚が多い人はね、自意識過剰な面があるためね、優しく夢を持てるように接した方が良いでしょう。決してストレートにならないでくださいね。で、また召喚のね、男性はね、わがままな女性とね、縁があるんですよね。
で、召喚の男性もモテるんですけども、実際にね、女性で苦労するんですよね。お世辞を言われることは苦手でね、心のつながりを重視する人です。実際に頭の回転も速くてね、インスピレーションでしたり、情報の収集能力に優れているんで、とろい人やね、ノロノロしてたりね、やぼったい人を馬鹿にします。エリート思考が強いので、実際にね、育ちのいい人や気品がある人に弱い面もあります。ね、インスピレーションが強いんで、先の先まで考えるので、結構ね、口喧嘩とかにね、発展してしまうこともあるんですよね。なのでね、付き合いやすい相手を選んでね、常に感謝していることを言葉で表して、頭であれこれ考えるように、無邪気なまま触れ合いましょう。嬉しい、楽しい、大好き。とかね、無邪気なまま表現しましょう。でね、最後、召喚の方がいい方向に行くポイント。はい。もっとね、人間性重視の恋愛をしましょう。どういうことかというと、中身を見ましょう。相性のいい相手は、楽しく明るい人です。いろいろと社交的で世話好きな人なんですよね。またちょっと忍耐さも必要かと思われます。そんなね、相手の性格でしたりね、明るさから自分の研ぎ澄まされた性格も柔らかくなります。またね、表現力が長けている召喚さんは、芸術作品などを置いてね、心を和ませましょう。誰にもね、触れさせないスペース、生計を作ることです。で、実際に対策としては、ある一角だけはね、自分のためのスペースとして、そこだけは自分の好きなものを飾ったりね、自分を洗ってくれる環境を作ることです。自分のね、スペースを絶対に確保しましょう。で、逆にね、自分のスペースがなかったり、表現する自由がなかったりね、スペースがなかったりすると、どんどん尖ってしまったりね、それが人間関係、恋愛、結婚、それの悪化につながってしまいます。まあね、召喚の場合はね、頭の回転も速いので、頭の回転予算はね、愛極まって、パートナーに対してね、ついつい鋭い言葉をぶつけがちなので、私はこう思うんだけど、とかね、前置きしたり、語尾をね、柔らかくするなどして、言葉の最後にね、ちょっと柔らかいイメージを作る形でね、伝えるといいですよね。実際にね、召喚の方はね、綺麗なもの、自然なもの、美しいものが好きだったりするので、それにね、囲まれることによって独自性は和らぎますので、実際ね、お花を飾ったり、ガーデニングをしたりね、美しい趣味、アクセサリーや制作などね、そういった趣味を持つといいでしょう。あとはね、夢中になれるものに出会って、独自性言ってる暇もない、なんてね、そういうのがちょうどいいですよね。はい、ではね、今日のおさらい。美人が多い。感情の起伏が激しい。理想だけ見る傾向。好き嫌いがはっきり。本音を見抜く傾向。勝手に傷ついてしまう。少し強がりな傾向がある召喚の星の方ですけどね、自分の落ち着く環境を作りね、行動すれば、それが自然と気持ちに余裕が出てきて、どんどんうまくいくでしょう。実際ね、召喚の方でもね、幸せな家庭を築いている方もね、たくさんいます。今回お伝えしたことをね、役立てていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではね、今日はここまで。次回はね、財政と言われる星を説明していきたいと思います。この星もね、非常に興味深い星なので、また見に来てください。でね、簡単で結構ですので、感想、コメントなどもね、YouTube のところにいただけたら今後の強みになりますので、よろしくお願いします。ではね、今回は見ていただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。